はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは、G ガートホライズンです。このところ G ガートさんのモデルのレビューが多い気がするんだけど。そうね、インソールオーディオさんがよく送ってくれるからよ。いつもありがとうございます。ホライズンの主な特徴は？自然な音楽体験を提供。滑らかな広域の伸びにより、音楽に極上の自然さと臨場感をもたらします。2機のプレイナードライバーを搭載し、広域を 40kHz まで効果的に拡張。オーディオに新たなリアリズムを発見させてくれます。ということよ。へえ、じゃあ細かく見てみよう。人間工学に基づいた形状設計で耳に自然にフィットするようになっています。G ガートの他のモデルとほぼ同じ形状ですね。シェルは医療グレードの樹脂を使った 3T プリント。軽めで装着感は快適です。ステム先端が 6.2mm とほんの少し太いですかね。フェイスプレートは青と白を基調にした流動的なグラデーション模様。光の角度によって表情が変わるよ。空と雲が溶け合って遠くの地平線に溶け込んでいくような静かで奥行きのある質感。モデル名ホライズンとどこか静かに響き合ってる気がする。手作業による装飾だから一つ一つに個体差があって音だけじゃなく見た目にも広がりと揺らぎを感じさせるようだね。ミミーちゃん、うまくまとめたわね。えへへー。メモリーフォームのイヤーチップも付属しているので遮音性も高くフィット感のカスタマイズも可能です。ホライズンはトライブリッド構成で、低域には 10mm のバイオダイナミックドライバーが使われている。バイオセルロース素材の振動板で、深みのある低音と滑らかな立ち上がりが両立できる。サブベース領域でもしっかり振動感が出て、ベースやキックの存在感がリアルに感じられるってことになる。トライブリッドの中では、このドライバーが自然な低域を担っていて、BA やプレイナーとの帯域分担もスムーズに設計されているようだ。次に BA ドライバーですが、ノールス3026に163という中域特化のモデルで、ポート付きのカスタム設計になっています。G ガートクレッセントにも使われていて、ボーカルや楽器の質感をアナログ的に再現する役割を担っているようです。小型で省電力な BA の特性を生かしつつ、空気の流れを調整して、中域に自然な厚みと滑らかさを出していて、ボーカルと楽器が一体感を持ってなるようなチューニングに仕上がっていますね。最後は広域専用にカスタム設計されたプレイナードライバーが2機だよ。10キロから40キロの範囲をプラスマイナス4デシベル以内で再現できるんだって。ピークが出にくくて空気感も広がりも自然に出せるからサウンドステージが広くて粒も細かいのに聞き疲れしにくいっていう理想的な広域になってるんだよね。ケーブルは交換可能な2ピン 0.78mm で素材は銀メッキの超高純度 OFC。銀メッキ OFC はノイズの少ない信号伝送が可能で音の純度を保てます。3.5mm と 4.4mm 両対応なので機材に合わせて使い分けできますね。脱着は刺した後強めに押し込むタイプ。最近の G ガートのモデルはこれが多いみたいだよ。今回はステム先端が微妙に太めでバンドルイヤーチップが同音管に差し込みきれなかったのでこのチャンネルで標準的に使っているディバイナスベルベットで測定しました。そしてサウンドチェック用の比較モデルは EPG P50 と 7Hz オーロラにしてみた。P50 はドライバー構成が同じ。オーロラはプレイナーが1個少ないけど勘弁してね。波形比較では重なる部分が少なめのようですね。そうだね。まあこういう方が比較は面白いんじゃないかな。音調整基準はホライズンね。はい、ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。Wanna get up, no nothing but them possibilities. Feel the wind blow through my hair, feel the ground under my feet. Wanna go out, I can tell they all in love with me. Got that style to make them stare, got that Leo energy. See jaws dropping and heads bobbing, they better. We bottle popping and living it up together. Everybody tell me that they want this life forever. Put your hands up if you feel like treasure. We don't wanna stop 'cause we're having fun.
準がホライズンでしたから、他にモデルの方が低域が強いかと思ったんですけど、そこまでの差はないようでした。他の帯域との絡みもあるからね。でも実機での利き比べでは波形分の差は感じたな。ホライズンと P50 の印象が似ていたかな。収録音だと似ていた気がする。3キロあたりは P50 の方が出ている分、実機ではここの違いが大きかった。収録音では P50 が少し丸みのある音域だったけど、実機ではそんなことないよ。低域から中低域にかけての量感が豊かで、ボーカルが太く聞こえたり、楽器の音が前に出てくる印象。ジャンルによっては濃密に感じるかもだけど、迫力重視の人には魅力的で、私は好み。オーロラはやや V 字寄りのチューニングだね。だね、2キロ4キロあたりが出ていて、その上の帯域はあまり出してない。ボーカルの聞こえ方は P50 ともニュアンスが違って、芯が太く感じた。あまり見かけないチューニングだと思ったけど、うまくまとめてあるよな。10kHz 以降は早めに落ち着くので、空気感は控えめかな。広域がきついの苦手な人にはいいと思う。まとめると、ホライズンは広域の滑らかさと空気感、P50 は低域から中低域の厚みとボーカルの存在感、オーロラは中域の引き締めと中高域の明瞭さかな。それぞれ違う方向性でチューニングされていて面白いね。ホライズンを視聴した印象はどんな感じ？ドライバー説明にあった印象とはだいぶ違ったんだこれが。低域の質感はいいけど量感がさほどでもなかった。もちろんベースラインはしっかり追える。スラップのプルがシャープに聞こえた。バスドラのキックはビーター側が強めに感じ、スネアはスナッピー側が目立ち印象に残った。タム系も全体的に深みより川鳴りの方が目立ってる。波形で他モデルと比較してもそんなに量感のある感じではなく、見た目通りだな。中域の波形 500Hz あたりが少し持ち上がっていますね。そう、このぐらいの絞り方で十分な気がする。低域がすっきりしているんで、ここの聞こえ方は埋もれず、しっかり聞けたよ。中高域2から5キロにかけては割と平坦だけど、ボーカルの存在感はあって、綺麗だったな。視察音もあるけど気にならなかった。広域は7キロ付近のピークがさほど強くなく、刺さるような質感はなかった。超広域は2機のプレイナードライバーとこのチューニングの結果、シンバル系全般の鳴り方がかなり繊細に感じた。根本的に比較モデルとは質感が違って全体的に繊細さが際立っている印象だな。サウンドステージは言うまでもなく広いし解像感も高い。でも刺さる感じはなく、単なる感触系のモデルという枠にも入らないような気がする。そうですね。シーガートのモデルは低域どっしりタイプが多いなぁと思っていましたけど、ホライズンは傾向が違いますよね。ってことはどんな人向き？自分の感覚ではやや広域寄りのバランスで、スッキリ感と解像感、広域の繊細さを求める人向けだろうな。そうですね。愛もそう感じました。価格が5万円台とお高めモデルですので、慎重に選んでいただきたいですね。はい、ということで 1DD プラス 2BA プラス2プレイナートライブリッドモデルシーガートホライズンのレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。